だけほだじゃほう、ウォストリードファファラオスです。ほぼ10分でわかる日本語文法。今日の文法は何々に違いないですね。N3 ぐらいのレベルの文法です。はい、では一緒に勉強していきましょう。まず例文から。はい、じゃあ皆さんこの絵を見てください。この絵を見て、雨が降ったと思いますか？降らなかったと思いますか？どうでしょう？はい、私は降ったと思います。皆さんもどうですか？降ったと思いますか？じゃあどうして雨が降ったと思いますか？はい、ここを見てください。ここに何がありますか？ここに、これは水たまりと言いますが、はい、ちょっとこれと同じね、水たまりですね。がありますから、絶対雨が降ったよと思います。はい、じゃあこれを違いない使います。どうしますか？水たまりができているから、昨日雨が降ったに違いないですね。何か理由があって雨が降ったと思います。と同じ意味です。はい、ではもう一つ。はい、じゃあこれはどうでしょう？これは今ネットの話です。皆さん今はもうネット社会ですから、インターネットがあれば何でもできますよね。例えば買い物もできるし、こうやってオンラインの授業も受けられるし、友達と会話したり電話したりメールしたり LINE したり、もう何でもできますよね。はい、いろいろなことができるようになりました。はい、がそれと同じで、じゃあできることが増えましたもそうだけど、他にも増えることがあると思いませんか？はい、インターネットがたくさん便利になって使えるようになると、他にもちょっと良くないことが増えます。例えばネット社会が進むにつれ、ネット犯罪が増えるに違いないですね。いいことばっかりではなくて、ネットの社会がどんどん進むと、そのネットを使って悪いことをしようと考える人も増えますから、いいことも増える、できることも増えるけど、犯罪ですね、良くないことも増えると思います。絶対増えると同じ意味ですね。はい、じゃあこの何々に違いない、これはどんな意味でしょうか？これは絶対何々と思う強い推量を表す文法です。例えば水たまりができているから昨日雨が降ったに違いない。これはどんな意味でしょう？これは絶対雨が降ったと思うですね。水たまりができているという根拠があって絶対雨が降ったと思いますと同じ意味です。はい、では接続なんですが、ここには動詞、形容詞、名詞何でも OK です。これらの普通形プラスに違いないを使ってください。ですが一つ注意点、な形容詞と名詞の時は普通形は何々だですよね。でもこのだはいりません。だを取ってに違いないを使ってください。はい、ではポイント見ましょう。はい、じゃあこの違いないを使うときはどんなときですか？根拠や事実などから確信を持って客観的に絶対何々だと思うと言いたいときに使う文法です。はい、ここがポイントですね。何か根拠や事実なので、何かデータとか何か情報とかねがあって、それらをもとにしてみんなが、私だけじゃなくて他の人、第三者の人から見てもそう思いますと言いたいときに使う文法です。なのでここがポイントです。何か根拠や事実などがあるから何々だと思いますと言いたいときに使う文法です。はい、では練習しましょう。第1番、犯人はあいつに違いない。犯人は絶対あいつだと思う。じゃあどうしてこの人は犯人だと思いますか？何か根拠があります。どんな根拠でしょう？じゃあ2番、多数の科学的根拠から考えると何々に違いない。ちょっと難しいですね。科学的根拠。はい。たくさん何かこう思う理由があっ
って何々に違いないですね。はい。じゃあ1番、2番考えてみましょう。どうですか？まず1番。DNA 鑑定が一致したので、犯人はあいつに違いない。はい、これもちょっと難しい言葉使っていますね。DNA 鑑定わかりますか？昔はできませんでしたが、今の時代は人の DNA で、例えば、じゃあ殺人現場に残っていた髪の毛が犯人の髪の毛と同じ DNA でした。はい、ってなると、もう犯人はあの人、絶対あの人だとみんなが思いますよね。なのでこれが根拠になってます。じゃあ2番はどうでしょう。多数の科学的根拠から考えると、30年以内に大地震が起こるに違いない。はい、これは日本で言われていることなんですけど、たくさんの研究者の人が30年以内に絶対大きな地震が日本で起きますよ。いろいろなデータから判断して絶対に来ると思っています。はい、なのでこの科学的根拠、今までのたくさん調べたデータとかをもとにして大地震が来ると絶対思いますと同じ意味ですね。はい、じゃあちょっと難しい言葉を使っているので、わからない人は自分でも調べてみてください。はい、ではまとめてみます。何々に違いない。これはどんな意味でしたか？絶対何々と思うですね。強い推量を表す文法です。接続、動詞、形容詞、名詞の普通形プラスに違いないを使ってください。一つ注意点。な形容詞と名詞の時は普通形は何々だですが、このだはいりませんからだを取ってに違いないを使ってください。はい、では最後にポイントです。このに違いないこれを使う時は何か根拠や事実、データや情報などの根拠や事実があって、そこから確信を持って客観的に言いたい時に使う文法です。なので何か理由があって、私だけじゃなくてみんな他の人が見ても多分そう思いますよと言いたい時に使います。なのでこれもポイント覚えておいてください。はい、では今日の授業はこれまでにしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。